こんにちは、M35 です。今回お届けしますのは、東宝が創立30周年記念作品として1967年7月に公開したエンターテインメント特撮怪獣映画の超大作、キングコングの逆襲でございます。本作は音体円谷英二監督が怪獣映画の得意監督としてメガホンを取った最後の作品です。また円谷監督が特撮を目指すこととなったその原点ともいえる1933年版キングコングへのオマージュが目いっぱいに詰め込まれた作品でもあります。この動画ではそんな円谷監督が織り出す渾身の特撮演出について解説していきたいと思っております。また合わせて本作をハリウッド映画かと思わせるようなスマートでゴージャスな作品世界へと昇華してくれたヒロインのリンダ・ミラーさんをはじめとする豪華俳優陣の皆さんについてもじっくりとご紹介していきたいと思っておりますので、最後までどうぞお付き合いください。なお本作はネタバレを含んでおりますので、未見の方はくれぐれもご注意いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。それではまずはあらすじから言ってみましょう。北極に怪しげに立つ秘密基地、そこは某国の女スパイマダム・ピラニアと世界的マッドサイエンティストドクター・フーが核兵器の素材となる鉱石エレメント X 発掘のために建造した研究施設でした。ここでフー博士がエレメント X 発掘のために開発した工作機械というのがメカニコングでした。それはドクター・フーが国連の技術者カール・ネルソンと野村次郎のアイデアを盗み取って作り上げたものでしたが、いざこのメカニコングを作動してみるとエレメント X から発せられる強烈な磁気によって機能が停止してしまうという機械上の不具合が判明したのです。その頃海底油田調査のために太平洋の深海を航行していたのは国連の原子力潜水艦エクスプロワー号でした。艦の指揮を執っていたのは国連科学委員会のカール・ネルソン司令官、そしてその補佐役として野村次郎3佐と看護係のスーザン・ワトソンが従事しておりました。その時突然エクスプロワー号が海底の軸崩れによって損傷、調査のためモンド島に上陸したネルソン、次郎、スーザンの3人でしたが、そこは想像を絶する古代恐竜や巨大生物が生息する島でした。調査中突然現れた原始恐竜ゴロザウルスによって危うくスーザンが襲われそうになりますが、なんとそこにスーザンの悲鳴を聞きつけ伝説の巨神キングコングが出現したのです。一目でスーザンを気に入ってしまったコングはスーザン救出のためゴロザウルスと命がけの死闘を繰り広げ、なんとかこれを撃破。この瞬間スーザンとコングの間に信頼の感情が芽生えたのでした。国連に戻ったネルソン一行はモンド島の実態をプレス発表。キングコングが実在することを知ったマダム・ピラニアとドクター・フーは生身のコングを使ってエレメント X の採掘作業を行うことを思いつき、コング捕獲に乗り出します。ジェットヘリでモンド島に向かったフー一味は催涙ガスでコングを眠らせると北極へ移送。再調査のためにモンド島を訪れたネルソン一行もフー一味によって拉致され北極へと連行されてしまいます。北極基地ではドクター・フーが催眠術でコングを動かしエレメント X の発掘作業に向かわせますが、エレメント X の強力な磁気は生身のコングにも影響を与え催眠術から目覚めてしまったのです。またしても失敗に終わったドクター・フーはコングと信頼関係にあるスーザンたちを使えばコングを操れるのではないかと3人を牢屋に閉じ込め脅しにかかります。その時突然コングがあぶり出し基地を破壊すると海に向かって逃走。すぐにドクター・フーの操作によりメカニコング2号機もコング追跡のため起動開始。その隙を狙ってネルソンたちも基地脱出を試みますが、その時計画が破綻したことを悟り、またこのままコングとメカニコングが大都市で激突すれば多くの犠牲者が出ることを危惧したマダム・ピラニアがなんとネルソンたちの逃亡を援助したのです。コングが東京に上陸したことを知ったドクター・フーはメカニコングを東京に向かわせるため遠隔スイッチを作動。それを阻止しようとしたマダム・ピラニアでしたが、冷酷なフーの銃弾によって最後を遂げたのでした。東京上陸後増上寺に現れたコングは防衛軍による攻撃態勢に興奮状態。コングを沈めようとスーザンが接近しコングの手に身を委ねると徐々に落ち着きを取り戻していったコング。しかしその直後ビルを突き破ってメカニコングが出現。スーザンを奪い取るとそのまま東京タワーを登り始めたのです。すぐにコングもスーザン奪還のためメカニコングを追跡。こうして夜の東京タワーはるか上空を舞台に2大怪獣による死闘が火蓋を切ることとなったのです。それではここから感想と解説に入ってまいりましょう。本作キングコングの逆襲は1967年に公開された痛快娯楽怪獣共演です。とにかく本作は最初から最後まで飽きさせないワクワク感満載のストーリー展開に酔いしれること間違いなしの超極上のエンターテインメント作品となっています。特撮による怪獣たちの死闘がたっぷりと描かれているのはもちろんですが、合わせてキュートな金髪ヒロインと麗しき黒髪の悪女とが織り出す美の共演も見どころの一つです。脚本はこれまでたとえ怪獣映画であってもその奥に常に何がしかの深いテーマ性を匂わせてきた馬淵薫さんが担当。本作のテイストは馬淵脚本には珍しく楽しさという一点に照準を絞り込んだストーリー展開となっており、馬淵さんの陽の一面が垣間見える興味深い作品だと言えるでしょう。確かに名も知れない小国の核開発による世界征服の野望、そしてその野望に暗躍する女スパイの悲劇的な末路といったいつもの馬淵脚本らしいテーマ性も見て取れますが、それをことさら強調
張するわけでもなく、とにかく SF 冒険活劇のカラーを前面に押し出した楽しさ重視の作品作りを追求しているところが、これまでの馬淵脚本にない特徴だと言えるでしょう。本作で使用されているキングコングというキャラクターについては、皆さんご承知の通り、ハリウッドの RKO 社がその版権を所有しています。このキングコングの版権については、1962年にキングコング対ゴジラ制作の段階で東宝が借り受けたものですが、その際、東宝と RKO 社との間で5年間を条件とする使用権契約を締結しており、まだ有効期限が残っているうちにもう1本作ろうと企画されたのが本作キングコングの逆襲なのです。本作の物語を設定するにあたって、当初東宝から RKO に対しロビンソン・クルーソー作戦キングコング対エビラという企画が提案されましたが、このストーリーではアメリカ側の許可が出なかったようで、この企画は後にゴジラ、エビラ、モスラ、南海の大決闘へと受け継がれていくこととなります。本作のプロットを模索していた東宝でしたが、そこにアメリカのアニメ作家にして映画プロデューサーのアーサー・ランキン・ジュニアさんと映画監督のジュールス・バスさんにより設立された映画制作プロダクションランキン・バスプロダクションよりある企画が持ち込まれてきます。それはアニメ版キングコングの実写化という企画でした。ランキンバスプロダクションは本作が公開する1年前の1966年に東映動画とアメリカのビデオクラフトインターナショナルによって制作した日米合作のアニメ版キングコングを仕掛けた会社です。そしてランキンバスプロダクションがこのアニメ版の原作と同プロットの企画を実写化するため共同制作という形で東宝に持ち込んできたのです。結果、版権元の RKO がこの企画を承諾したことにより、晴れて本作キングコングの逆襲の制作が決定。東宝創立35周年記念作品としてこの一大プロジェクトがスタートすることとなったのです。こうしてランキンバスプロダクションの企画を基本ベースに馬淵薫さんによる脚本家が進められていくこととなるわけですが、馬淵脚本はこのアニメ版キングコングのプロットをうまく本作に反映させながら物語を構築することに成功しています。まず物語の舞台となる島の名前が同じモンド島であることや、悪役として世界征服を企むマッドサイエンティストドクター・フーが登場する点、何より本作のメカニコングという敵ロボット怪獣がアニメ版で登場したドクター・フーが発明したロボットコングからヒントを得たものであるという点など、アニメ版のプロットをそのまま引用しています。プロットから多少変更を加えている点としては、コングと気持ちが通じ合う相手役としてアニメ版ではボビー少年となっていったところ、本作では少年ではなくスーザン・ワトソンという女性キャラに変更している点が挙げられます。ただこのスーザンというキャラクターはアニメ版と全く無関係というわけではなく、ボビー少年の姉がスーザンという名前であったことから、そこからの引用であることは明確です。またキングコングというキャラクターはもともと第1作目から美女に弱いという弱みを持った設定となっていますので、本作でコングと通じ合う相手役を女性に変更したというのは物語を盛り上げていく上でも大正解だったと言えるでしょう。本作は馬淵脚本によるストーリーの面白さだけではなく、特撮映画としても見どころ満載の作品となっています。円谷英二監督が特技監督を務めた最後の怪獣映画となった作品でもあり、いつにも増して気合が入った特撮ビジュアルの数々を見ることができるのです。1933年のキングコングを見て以来、その特撮技術に影響を受け常に模範としてきた円谷監督ですから、本作に対する力の入れ具合が尋常でないことが伺えます。特にキングコングの演出については、前作キングコング対ゴジラでやり残した反省点を踏まえながら、改めて原点であるハリウッド版キングコングに敬意を払いつつ、新たなコング像を何とか作り出そうという円谷監督の情熱が感じられる作品となっているのです。本作は円谷監督の怪獣映画最終作となったわけですが、ただ円谷監督は本作を機にメガホンを下ろしたわけではなく、本作以降も怪獣映画以外のジャンルで特技監督を務められています。本作の翌年1968年に公開された連合艦隊司令官山本五十六、さらにその翌年1969年の SF 大作井戸ゼロ大作戦、そして同年実質最後の監督作となった日本海大海戦、そしてこの日本海大海戦を取り終えたのを最後に、円谷監督はその翌年の1970年に突然倒れられ、68歳という若さで永眠されることとなったのです。本作は映画全体に占める特撮シーンの割合が非常に多い作品でもあります。映画全編特撮シーンが目いっぱいに詰め込まれた円谷監督渾身の作品と言えるでしょう。本作の特撮シーンを見ていると、円谷監督のほとばしるような情熱と本作にかける深い愛情が感じられて仕方がないのです。まずは映画が始まってすぐ、キングコングの逆襲のタイトルフォントが画面いっぱいに映し出されると、同時に伊福部明さんによる勇壮なメインスコアが流れ出し、そこに美術の豊島睦美さんデザインによる潜水艦エクスプロワー号の勇姿が画面奥から手前へとゆっくりと登場します。滑るように航行する操演技術も素晴らしく、艦内の窓に映るはめ込み画像による海底の様子も丁寧に処理されていて、幕が開いた直後から観客をぐいぐいと冒険活劇の世界に引き込んでくれる、そんな力を持ったオープニングから本作は始まります。そしてこのタイトルバックが終了すると同時に舞台が北極へと切り替わり、一面白銀の世界が映し出されると、そこに建造された研究施設の様子が細やかなミニチュアセットで描かれていきます。施設内のドックには早々と格納中のメカニコングが披露され、その足元にはメカニコングの巨大さが一瞬で理解できるよう実写の作業員たちが
合成で配置されています。メカニコングのデザインはどうやらアメリカからの指示によるものだということですが、造形については頭部を利光貞三さんが、胴体部を八木寛樹さん、安江さんのご兄弟が担当しています。個人的には昭和平成を含め東宝のロボット怪獣の中で一二を争う秀逸なデザインだと感じています。合成処理については若干の違和感を感じたというのが正直なところです。特にメカニコングやミニチュアヘリを背景として手前に人物を置いた合成などはブルーバックの境界線が目立っていて、いかにも合成といった出来栄えとなってしまっているところが残念です。確かに真っ昼間で、しかも白銀の世界というあらぬ隠せない状況の中でミニチュアと実写の人間と合成で見せていこうというスタッフたちのチャレンジ精神には敬意を表しますが、当時の技術ではまだまだ本作の合成レベルが限界だったのかもしれません。しかしこの北極での特撮について違和感を感じたのはこの合成の場面だけで、メカニコングがドッグからクレーンアップで地表にせり上がってくるところからは、これぞロボット SF 映画と呼ぶにふさわしい特撮シーンの連続技が楽しめるのです。まずはドッグからゆっくりと歩き出したメカニコングが氷山の割れ目の中に潜入していくと、ナパーム弾で進路を拡大しながら核兵器の素材となる鉱石エレメント X を採掘していくまでの様子を大量の氷を使いながらスケール感たっぷりに見せてくれます。エレメント X のエネルギーによってメカニコングが制御不能となっていく演出も、今ならポケモンショックとして注意喚起されること間違いなしの凄まじい光の明滅を使いながらキーンという神経を切り裂くような効果音との合わせ技によってメカニコングの中枢器官が破壊されるほどのエネルギー市場の強烈さを見事に表現しています。映画が始まってからここまででわずか12分ほどしか経過していないのにもかかわらず、本作は序盤から一気に我々観客を特撮 SF 映画の世界に引きずり込んでいってくれるのです。ここから舞台はモンド東へと切り替わっていきます。通常であれば特撮シーンについてはこの辺りで少し骨休めでもして一旦本編部門に切り替えてもいいところだと思いますが、本作は違います。確かに序盤のメカニコング登場シーンでは特撮演出によるロボット SF の世界を堪能できましたが、このモンド島ではメカニコングを軽く凌駕する圧巻の怪獣対決シーンが用意されているのです。まずはどこかレトロで冒険心をくすぐるスタイリングがかっこいい豊島睦美さんのデザインによるホバークラフトが潜水艦のハッチから浮き上がり、海上を滑るように移動しながら島へ上陸するシーンからこのモンド島のシークエンスは始まります。早速上陸した一行を出迎えてくれたのは島に生息する驚くべき怪獣たちでした。本作で登場する怪獣たちはコングをはじめとしてほぼ20メートルという設定です。したがってゴジラやモスラなどの50メートル級の巨大怪獣の場合に比べ、必然的にミニチュアセットについても相当スケールのある造形物となり精密な作り込みが必要となるわけですが、縮尺から計算しても約10分の1から15分の1という大きさのミニチュアが必要となるわけで、コングがのしかかるエクスプロアー号なども約10分の1という巨大船舶が使用されていたようです。結果重量感とリアリティが伝わってくる非常に贅沢なミニチュアワークの数々を楽しむことができるのです。次に本作の主役キングコングのぬいぐるみ造形についてですが、コングの造形は前作キングコング対ゴジラにおけるコング造形からデザインを一新しています。ぬいぐるみ制作はメカニコング同様、頭部を利光貞三さん、胴体部を八木兄弟が手掛けられていますが、キンゴジの時のコング造形はやたら頭部が小さく怒り型でプロレスラー的体型でした。結果33年版の本家キングコングと似ても似つかないルックスとなってしまったのですが、これがアメリカ側の不評価、今回のコング造形にもキンゴジのようにならないよう口を挟んできたようです。そこで本作のコングについてはその反省を踏まえ、今回は頭部を大きくより類人猿に近い形とし、本家キングコングに極力寄せていくデザインとしたとのことです。スーツアクターはキンゴジ版コングの広瀬正一さんに代わって本作では中島春夫さんが担当しています。中島さんはゴリラの動きを徹底的に研究して臨まれたようで、広瀬さんが演じたレスラー的な動きを避け、より類人猿らしさを強調したキングコングを演じるように努めたとのことです。本作の特撮については円谷監督が持っている本家キングコングに対する敬意や愛情が映画全編から伝わってきて、本家にオマージュを捧げる演出が至る所に用意されています。キングコングと恐竜ゴロザウルスとの対決シーンにおいても原点キングコングの対決を復刻しようと構図まで合わせてきています。しかしいかに円谷監督が本家にこだわりながら臨んだとしても、やはり当時の日本における特撮は東宝に限らず予算と制作時間に関してはハリウッドと比較にならないほど脆弱だったわけで、つまりハリウッド版のようなコマ送りによる人形アニメ方式はいくら円谷監督がやりたくても事実上採用できなかったというのが実情です。それは東宝特撮第1作目のゴジラからの宿命だったわけですが、そこでそれに代わって東宝が打ち立てたのがその後日本の怪獣映画の特徴となっていくぬいぐるみに人が入って演じるという方式でした。当然本作キングコングの逆襲についてもこのぬいぐるみ方式を使ってコングを表現しているのですが、しかしさすがにこの方式ではどうしても人間らしい動きが出てしまうのは致し方なく、それをスーツアクターさんの力でいかに最小限に抑えていくかが勝負となっていくのですが、さすが本作における中島春夫さんのコングは
素晴らしく、ゴリラらしい動きを前面に押し出しつつも滑稽にならないギリギリのラインに抑えた絶妙な演技を披露してくれていると感じています。怪獣同士の戦いにおいてもキンゴジのような怪獣プロレスとならないよう、より原点に近い獣の息吹が伝わってくるような壮絶な決闘シーンになっていたと思います。ウィキ情報によればキングコングのぬいぐるみはアップ用とアクション用の2体が作られていたということですが、このように映画では複数体のギミックを使い場面場面で入れ替えながら撮影していたわけですが、今見直してみるとぬいぐるみやギニョールごとに違和感を感じるほどルックスの作り込みに違いを感じたため、個人的にはもう少しコングの表情について全体的に調整してもらっていたらもっとコングへの感情移入ができたのではないかと感じた次第です。ただしコングとは打って変わって恐竜ゴロザウルスの造形については数あるぬいぐるみ怪獣の中でも屈指の出来栄えだと思っています。 CG を凌駕するほどの生々しさがにじみ出ており、非常に恐竜らしいフォルムを実現していると感じます。カンガルーキックや噛みつき攻撃などぬいぐるみ怪獣が苦手とする生物的な動きにも対応できるデザインとなっていて、ぬいぐるみ怪獣の完成形と言ってもいいのではないでしょうか。ゴロザウルスの造形は東宝特殊美術の安丸信之さんが担当。動物的な動きを見事に演じたスーツアクターさんは中島さんから相手役として一番やりやすかったと言わしめたサンダ・エビラでも活躍された関田博さんが担当しています。その他このモンド島シーンでは33年版キングコングのオマージュとして大海蛇が登場し、ホバークラフトの間近で繰り広げられるコングと大海蛇との海上大決戦が迫力満点で、合成処理を駆使しハラハラドキドキのモンド島脱出シーンを作り出しています。続いてキングコングの捕獲にモンド島に向かったドクター風一味のジェットヘリとコングとの戦いは確実に2017年のハリウッド版キングコングドクロ島の巨神に影響を与えているシーンだと言えるでしょう。飛び回るジェットヘリ越しにカメラがコングを見下ろしながら移動撮影していく大胆なショットは必見です。その催涙弾に対抗せんと根っこから引き抜いた巨木をヘリに投げつける演出など、ここでもドクロ島の巨神で使われたシーンを見ることができます。東京上陸後2大コングによる大決戦シーンでは市街地や増上寺のミニチュアセット、また迎え撃つ戦車隊など全て15分の1というスケールの大きなミニチュアが使用されており、リアリティある特撮シーンを作り上げることに成功しています。両コングがよじ登っていく東京タワーのセットはタワー全体のミニチュアを作ったわけではなく、主要な部分として3カ所だけを切り出して作られたようで、それを下の部分から順番に撮影していくことで両コングが上空へと進んでいく様子を演出しています。このタワーのセットについてはコングとメカニコングの2頭が同時によじ登っても曲がったり折れたりしないように鉄骨で組まれ、非常に頑丈な作りとなっていたようです。この東京タワーでの決闘シーンはタワー越しから下に市街地の夜景を映し込むことで高さを表現しているところなどはうまい演出だと思いましたが、しかし両コングの格闘シーンとなるとコングとメカニコングがただ上へ上へと追っかけっこしながら登っていくだけで、時折コングがメカニコングの足を引っ張る程度の単調な格闘シーンとなっており、また戦いの終盤でいきなりタワーが折れ曲がりメカニコングが落下していくシーンもどこか唐突さが感じられ、ここは映画としてもクライマックスを盛り上げるために非常に重要なシーンだったわけですから、もう少し2大コングによる戦いのバリエーションを用意した方が良かったのではないかと個人的には大変残念に感じているところでもありました。しかしながらさすが円谷監督もその点を感じていたのか、その後に用意されているドクター風の輸送船襲撃シーンの特撮が圧巻の出来栄えなのです。巨大な輸送船のミニチュアを使いド迫力の船舶破壊シーンとなっていて、コングが船のスクリューをもぎ取って投げつけるという、こちらもドクロ島の巨神でも見たことのある迫力ある演出が用意されており、なかなか見応えのある一大スペクタクルシーンとなっています。東京タワーで比較的淡白だった決闘シーンを補ってあまりある大迫力のクライマックスだったと言えるのではないでしょうか。本作の楽しさを語る上でもちろん見どころたっぷりの円谷特撮の素晴らしさがあることは間違いありませんが、そんな円谷特撮に匹敵するぐらい本作がこれほどまでに愛される作品となった大きな要因として俳優陣たちの存在があったのではないかと個人的には感じています。それではここからそんな本作の魅力あふれるキャラクターたちを見事に演じてくれた豪華絢爛な大スターの皆さんをご紹介していくことといたしましょう。まずは本作のヒーロー野村二郎さんを演じた東宝怪獣映画の常連にして日本映画界の大スター宝田明さんからご紹介してまいりましょう。1934年生まれということですから、本作公開当時は33歳。1953年に東宝ニューフェイス第6期として合格。同期には佐原健二さん、高知桃子さん、藤木優さん、岡田真澄さんとそうそうたるメンバーが顔を揃えています。東宝入社後すぐにかくて自由の金はなるでデビューを果たすと、翌年1954年にゴジラの主役に大抜擢され、その後の活躍は皆さんご承知の通りです。とにかく東宝の特撮作品に数多く出演された我々特撮ファンにとって永遠の大スターであることは誰も異論はないでしょう。惜しくも本年2022年3月87歳の人生に幕を閉じられました。遅ればせながらこの場を借りてご冥福をお祈りする次第です。続いてその野村三佐を助けるカール・ネルソン司令官を演じたのがローズ・リーズンさんです。
ジェームズ・ボンドを彷彿とさせるなかなか渋い存在感を見せてくれたリーズンさんですが、個人的にはそれまでの東宝特撮映画に出演したどの外国人俳優よりも高身長でマッチョなスタイルで、いかにもハリウッドスターといった風格を持った俳優さんだと感じています。リーズンさんは1930年4月生まれで、本作公開当時は37歳。とても37歳とは思えない落ち着いた雰囲気のある大人の演技が印象的でした。俳優だったお兄さんの影響もあって18歳から演技を志し、アメリカの西部劇やイギリスのテレビシリーズなどに数多く出演されますが、なかなか主役級の作品には恵まれなかったようです。2014年12月に84歳で逝去されておられますが、本作はリーズンさんのフィルモグラフィーの中でも主役級といえる重要な役どころだったわけですから、本作がリーズンさんの役者人生にとって思い出深い大事な作品になってくれていたとしたなら、一特撮ファンとしてもこれほど嬉しいことはないのです。本作の出演者の中でもとにかく最高だったのが悪女マダム・ピラニアでした。演じるは同年公開された007は2度死んでボンドガールに大抜擢された浜美恵さんです。1943年11月生まれということですから、公開当時は24歳。もともと清楚なルックスの浜さんがどこまで悪役を演じられるかが見どころだったわけですが、本作では007さながらの大人の色気が感じられる某国の女スパイという役どころを見事に演じておられました。まあ悪女とは言いましても、最終的には改心して主人公たちを手助けする役どころとなっていましたから、当時の子供たちにとっても決して怖いお姉さんには映らなかったはずです。これも浜さんがもともと持っている清楚な雰囲気によるものだと言えるでしょう。マダム・ピラニア役のキャスティングについてはウィキ情報によれば、当初若林明子さんが予定されていたのを契約の関係から浜さんに変わったという説と、本田監督が前作キングコング対ゴジラで浜さんに喉を枯らせるほどの絶叫演技をさせてしまったことから、お詫びとして浜さんにぴったりの華麗なる女スパイの役を用意したという説があるようですが、本当のところはどっちなのでしょうか。とにかく本作ではその美しさが半端なく、途中色仕掛けでネルソン司令官を落としにかかった時の魔性の魅力がたまりませんでした。ラストの悲しい末路は改心した者がたどるお約束の展開でしたが、白のワンピースで銃弾に撃たれるシーンも神秘的なまでに美しく、また全編ファッションショーさながらの頻繁な衣装替えも楽しめる作品となっていました。まさに日本を代表する浜美恵さんの魅力を存分に堪能できる作品であったと言えるでしょう。マッドサイエンティストドクター・フを演じたのは東宝特撮映画にはなくてはならない個性派俳優天本秀夫さんです。本作における天本さんが演じたこのドクター・フはまさに敵役だったと言っていいでしょう。当時の日本の俳優さんであそこまで突き抜けた無国籍なキャラクターを演じきれる役者さんはなかなか思いつきません。1926年生まれということですから、本作公開当時は41歳。改めて非常に若かったことに驚いているところです。とにかく岡本喜八監督作を中心にものすごい本数の映画に出演されておられる天本さんですが、東宝特撮映画に絞って言えば天本さんが演じるキャラクターは年齢不詳、国籍不明のものが多かったように感じます。1963年のマタンゴや同年の海底軍艦でムー帝国の長老を演じた時などはまだ30代後半という若さだったわけですから驚きです。そんな年齢、性別、国籍、それどころか人間であるかさえもはっきりしないような役どころをいつも逃げもせず真正面から真剣に向き合って演じきってくれるところが天本さんの素晴らしさだと感じています。そんな数ある出演作の中でも本作のドクター・フーは他の作品に比べても圧倒的に出演時間とセリフの多いキャラクターであり、確実に天本さんの代表作と言ってもいいのではないでしょうか。出演者紹介の最後を飾るのは本作のヒロインスーザン・ワトソンを体当たりで演じ切ったリンダ・ジョー・ミラーさんです。とにかく本作でのミラーさんは実にキュートで日本人好みのする可愛らしいルックスが印象的でした。ミニスカートでお構いなしに動き回る体当たり演技には今見てもドキドキさせられます。ミラーさんは1947年12月アメリカ・ペンシルベニアに生まれました。お父上が軍に勤めていた関係からアメリカ本土の駐在先を転々と引っ越していたようですが、1965年高校卒業を目の前にした18歳の時に駐在先の日本へと移住。同じ駐屯地の女の子が日本でモデルをやっていることに刺激を受け、原宿のモデルスクールの門を叩いたのを皮切りにファッション誌や広告モデルなどに引っ張りだことになっていったようです。そこでその活躍を目にしていたのがアニメ版キングコングを制作したアメリカビデオクラフトインターナショナルのアーサー・ランキン・ジュニアプロデューサーでした。ランキンプロデューサーは自らが企画し日本に持ち込んだキングコングの逆襲のヒロイン役としてミラーさんに声をかけたのです。こうしてミラーさんの本作出演が決定したのでした。撮影に入ってからはミラーさん本人は演技ど素人でどうしていいかわからなかったと言っておられますが、本作は日本語の吹き替えで処理されているので演技力の良し悪しまでははっきりとは分かりませんが、表情の作り方や仕草などを見る限り個人的にはしっかりと演じておられていたと感じています。そういえばミラーさんの日本語版の吹き替え役には現在参議院議長を務める山東明子さんが担当しています。当時25歳の若さでスーザンの初々しさをうまく伝えていたと感じています。その後ミラーさんは本作の撮影時に夏木陽介さんと運命の出会いをし、やがて交際へと進展していったということです。しかしミラーさんが20歳の時、ミラーさんがまだ若すぎたからなのか、それとも当時人気絶頂で多忙だった
夏木さんとのすれ違いによるものなのか、真相は定かではありませんが、ミラーさんが身を引きアメリカに帰国したということなのです。こうしてアメリカに戻ったミラーさんですが、演技学校に通い、レスリー・マイケルズという芸名でシットコムパパ大好きにゲスト出演するなど、しばらくの間女優として頑張っておられたようです。しかしその後なかなかいい役に恵まれず、やがて演技の道から退いていくこととなったようです。女優を辞めてからのミラーさんについてですが、実はどこでどのような暮らしをしていたのか、長い間謎に包まれておりました。それがようやく2014年になってファンの努力によりその消息が判明したのです。ミラーさんはアメリカバージニア州のポーハタンで暮らしていました。それからはしばしば特撮雑誌やコンベンションなどの表舞台に顔を出すようになり、インタビューなどによって女優を引退してからの半生が明らかになっていきます。女優を辞めてからのミラーさんはどうやら会計事務所やレコード会社の広告部門など女優とは全く違った職をいくつか経験したと、1977年には独立して住宅ローンのブローカーを始めます。しかしリーマンショックで破綻の浮き目に遭うと、住宅建設業の道へと転向することとなり、現在に至っているとのことです。こうしてみると、あの可憐なスーザンからは想像もできない波乱に富んだ人生を歩んでこられたことがわかります。しかしこのように再びファンの前に姿を見せてくれたわけですから、なんとも嬉しい限りです。これまでご紹介してきましたように、本作は円谷英二監督が特技監督として請け負った最後の怪獣映画であり、監督の熱き思いが詰まった胸躍る特撮演出の数々を堪能できる作品となっています。また本作はそんな特撮シーンの楽しさだけではなく、本田一郎監督のいつもながらの手堅い本編演出と個性豊かな俳優陣の活躍によって、スパイアクション映画、冒険活劇映画としても見応えがあり、クールでスマートな超一級の娯楽作品に仕上げられていました。また馬淵薫さんによる脚本も冴え渡っており、もちろん物語の基本ベースがもともとアメリカ側から持ち込まれた企画から始まったこともあるでしょうが、その基本ベースを核としながらも、ここまで面白さ楽しさを前面に押し出した作品に肉付けしていった馬淵脚本の功績は大きく、その構成力の見事さを改めて実感することができるのです。そういえばこれも馬淵脚本によるものなのかもしれませんが、本作の中で核兵器製造を目論む某国が登場しており、当時の米ソ冷戦下における時代背景の中で非常に気になる設定だと言えるでしょう。この某国とはどこの国を指しているのでしょうか。映画の中ではあまり文明国でもない小さな国と表現しています。また日本、中国、タイ、ベトナム、ビルマのいずれでもないといったセリフが置かれています。マダムピラニアのルックスからも東アジア系の国であることが推察できますが、その中でこれほど大それた計画を実行しようなどという国家は私の知る限りおのずと絞られてくるわけです。つまりすでに自ら核兵器保有国を宣言しており、ミサイル発射実験を繰り返している国、まさに今この日本をミサイルの攻撃対象にしている国であることは誰の目にも明らかなのです。この映画が公開された1967年におけるその某国の状況を見ると、現在よりも経済的に若干余裕があった時代でもあり、ちょうど国防面を強力に推進していこうという路線を打ち立てた土地でもあるのです。もしもそんな時代に映画のような安価で効率のいい核分裂物質があったとしたなら、その発掘に全力を注いだというのも非常に現実味のある話だと言えるのです。また本作でキングコングと死闘を繰り広げるメカニコングの設定が当初は兵器ではなく工作機械であったというのもなかなか説得力のある設定だと感じます。現在の軍事技術の実態を見ても、兵器開発に使われている部品の中にはパソコンであったりゲーム機であったり家電の一部であったりするわけです。そういった兵器とは関係のないところで開発した研究成果などがいとも簡単に他国に流れ、兵器として転用されていくという実態があるのです。まさに本作におけるメカニコングも国連の科学技術者がキングコングの生態を研究し、より効率の良い工作機械として設計した技術であったものをドクター風が安易に盗み取り、最終兵器へと転用していくという物語となっています。経済安全保障の重要性が叫ばれている昨今、我が国と周辺諸国との状況を重ね合わせながらこの映画を見ていると、そのあまりにも映画の設定と一致する実情に私は薄気味の悪さすら感じるのです。それが単なる偶然なのか、いずれにしても本作を含めてこうして当時の東宝特撮映画を見直すたびに感じるのは、その物語設定から伝わってくる未来眼力のあまりの鋭さです。やはり当時の映画作家たちはこのまま突き進んでいく科学技術の暴走がやがては世界のバランスを崩し、人類の破滅へとつながってしまうということを知っていたのではないでしょうか。そしてそのことを未来の子供たちに伝えるために、こうして特撮怪獣映画を使ってそっとメッセージを忍ばせていたのではないかと思えてならない今日この頃なのです。といったところで今回の動画はこれにて終了です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。